皆さんこんにちは、なおこです。皆さん、今どんな気持ちですか？私は今とても緊張しています。緊張していてちょっと疲れています。なぜならこれはテイク5くらいだからです。そう、全然慣れません。動画撮影に全然慣れません。全然慣れなくて、いつも緊張しているし、あのドキドキしています。はい、今も私の心臓はドキドキしています。はい、今日はいろいろな気持ちを表す日本語をたくさん使いたいと思います。たくさん使って話したいと思います。あの前回の動画でも言ったんですけど、今私はスペインにいます。スペインに来てから2週間くらい経ちました。そしてこの2週間、私の感情はこんな感じでした。そう、波みたいでした。波。この2週間、私は感情に波がありました。そう、感情の波が激しかったです。はい。今日はこの2週間の私の感情の波について話したいと思います。まず今回日本からスペインに来るとき、私はすごく寂しかったです。寂しくて不安な気持ちでいっぱいでした。そう、私は今まで何回か海外に住んだことがあるんですけど、その時はいつもワクワクした気持ちの方が強かったです。あ、新しい生活楽しみというこのワクワクした気持ちの方が不安より大きかったですね。そう、不安より強かったです。でも実は今回楽しみな気持ちよりもちょっと不安な気持ちの方が強かったです。はい。多分今までは私が若かったからいろいろ勇気があったんだと思います。はい。勇気がありました。でも今はだんだん大人になっていろいろ考えなければいけないことが増えました。そう。将来の不安とかお金の不安とかいろいろなことが不安でした。そう。不安な気持ちでいっぱいでした。これからの生活がうまくいくかどうか、そう。これがとても心配でした。とても心配でした。日本を出発する時は不安な気持ちでいっぱいだったんですけど、スペインの空港に着いたらすごくほっとしました。はあ、ほっとしました。ほそうほっとしました。あの安心しましたね。無事にスペインに着いた。何もトラブルなくスペインに着いた。とても安心しました。はい、ほっとしましたね。そう。そして空港の中のカフェに入ってスペインで有名なボカディジョ・デ・ハモンっていう生ハムのサンドイッチを食べたんですね。そう。その時そのサンドイッチがすごく美味しくて、ああ、スペイン最高ってなりました。そう。もうそのサンドイッチが美味しくてテンションが上がりました。そう、すごくテンションが上がりました。あとカフェでスペイン語を使って注文できたので、それがとても嬉しかったし幸せでしたね。はい。そう。そしてスペインに着いて新しい家が見つかるまで私はホテルに泊まっていました。そう。まあ、ホテルというか Airbnb みたいな普通の家に泊まったんですけど、その家の場所が空港からすごく離れていました。そう、空港からすごく遠いところにありました。私はすごく大きなスーツケースと
リュックを持っていたので、その場所に行くまでとても大変でした。はい。スーツケースは大きいし、重いし、全然うまく動かなくて、もうイライラしました。そう、イライラしましたね。特に20時間の長いフライトの後だったので、体が疲れていて、とてもイライラしました。はい。体がヘトヘトで時差ボケもあって、そして家が遠いから本当にイライラしました。そう。時差ボケ、この時差というのは時間の差です。時間の差。あの日本とスペインは8時間の時差があります。そう。そして時差ボケというのは時差がすごく大きい場所に行った時に生活のリズムが崩れることですね。そう。この時スペインの時間は夕方だったのに、私はすごく眠かったです。そう。もうすごく眠くて眠くて大変でした。時差ボケしていましたね。はい。時差ボケもしていたし、体が疲れていたし、スーツケースは重かったし、もう本当に辛かったですね。とても大変で辛かったです。はい。最初はなかなか新しい家が見つからなくて、すごく不安だったんですけど、無事新しい家が見つかりました。はい。すごく小さな部屋なんですけど、キッチンがとても綺麗で可愛いので、私は今幸せです。はい。そして私はスーパーに行くのが大好きなんですけど、こっちのスーパーは日本のスーパーと商品が全然違うので、とても面白いです。だから毎日スーパーに行く時、私はルンルンしています。そう、やったー、すごく幸せな気分でスーパーに行きます。はい。スペインのスーパーは日本のスーパーと比べて生ハムがたくさん売られています。はい。あとはチーズセクションがすごく大きいです。本当に商品が全然違うので、スーパーで買い物するのがとても楽しいです。毎回ルンルンした気分でスーパーに行きます。はい。だからやっぱりスペイン生活はとても楽しいですね。はい。でも私のスペイン語がやっぱり全然上手じゃないので、すごくストレスです。全然言いたいことが言えないというストレスがあります。でもスーパーの店員さんと少しスペイン語を使って話せた時はとても幸せな気持ちになります。はあ、すごい、私スペイン語話せたという幸せな気持ちになります。でもスペイン語を聞いてわからない時、とてもショックを受けます。あーっと、そう、すごく落ち込みます。そう、こんな感じで、あの、幸せな時もあるし、あーという時もあるし、すごく私の感情は波のようです。はい。じゃあ今日はここで終わりにしたいと思います。次回はもう少し難しい感情を表す言葉を使いたいと思います。今日も最後まで見てくれて本当に本当にありがとうございました。問題。ヘラヘラする、ベトベトする、イライラする、イガイガする。正解はイライラする。じゃあまたね。バイバーイ。